すると、もういいですわって怒って出てっちゃうねん。もう頼むよ店員さんって思うよな。でも僕のことは怒んないでいっぱい褒めてくれるんやで。お父さんはな美容師やからいっつも僕と香りの髪切ってくれんねん。ただお母さんも美容師やったから、なんでもっとかっこよくしてあげようと思わへんのってよく怒られてる。でもまあお母さんの方が上手やんだ。お母さん髪切って。マージーさん、はじめまして、私彩香です。綺麗な人やな。私3年生の時に新しいママができたんや。初めてママって電話で呼んだ時、ママ電話の向こうで何だったって僕から聞いたに、ママのおっぱいトントンってくっつけられたけど、ちょっとこそ悪かったけど、あんた時で大好きやったよ。パパはな、初めこんなに似てて、おじさん役でってクラスの子に言われて、ちょっと恥ずかしかった。運動もな、毎日山の道走らせて、昨日のタイムより遅かったら怒られるんよ。疲れたやろ。でもね、マー君が病気になった時はちょこっと泣いとったんや。初めてパパが泣いてるのに私すっごく悲しくなった。でも大丈夫よパパ。パパのおかげでアイビーもマー君も強くなったで。アイビーは走り幅跳びで、マー君は 100m 走全国大会行ったもんね。私もすっごく嬉しくなった。何おばあちゃん、エレクトーンの練習？はーい、今行きます。どう？このサングラス初めておとんと映画見に行ってな、買ってもらってん。メインブラックで主人公がかけてたサングラス似合うやろ。笑うなよ香り。お母さんにはこの間文化祭で女装せなあかんかったからブラジャー貸してって言うたら、お母さん胸が大きいけど大丈夫っていや知らんけど、そんなおかんがさ、がんになって高1の時手術した時は大丈夫って言ってたけど、高3の時再発した時はおとんからもう長くないかもしれへんって言われて、俺どうしたらいいかわからんで、そのまますぐ成田山不動尊まで行って全財産を賽銭箱突っ込んで、おかんのことを何とかしてくれってお願いした。やけどやっぱり2000円じゃ足りひんかったんかな、神様。なけなしやったんやけどな。予備校から帰ると僕の部屋からつらそうに出てきて、ご飯食べるって聞いてくれたおかんにどう接していいかわからんで、いやって自分の部屋に入ってもらった。おかんごめん、もっといっぱい話しとったらよかった。あんなに強かったおかんが家に帰りたいって最後は病院に泊まりながら予備校を返して大学合格って嬉しそうに喜んでくれて、すぐ神様が連れてってもらった。おとんもかおりもみんなでいっぱい一緒に泣いたよな。俺な、正直おとんのことを嫌いやったんや。若いお姉ちゃん連れて歩いてたねって小さい頃から聞かされてたから、おかんが病気になった時も今まで散々遊んどいて何を急に取り戻そうとしてんねんって。でもおかんがおらんくなって家に来たこと全部やってくれて、家に変わったよな。ありがとうなおとん、おかん。生活指導の先生にね、スカートが短いって取り上げられてまって、怒られるかなって思いながら話したら、さすが俺の子やってなんで嬉しそうやの。いや、私はパパと違ってちゃんと勉強しとるよな。
に明太子ドーンって。でも美味しいし、ママが頑張ってくれとるの分かっとったから全部食べとった。あとママの作るフィリピンのプリン、どんなデザートよりも一番美味しいで大好きよ。私ちょっとだけぼーっとしとるとこあるもんで、よく電車で寝過ごしてまって、おばあちゃんに遠くまで迎えに来てもらっとったね。そんなおばあちゃんが一番応援してくれてた。私のお医者さんになりたいって夢。マー君の病気は私が治すんやって小さい頃からずっと言っとったのに、突然進路変えてまってごめんなさい。でも後悔はしとらんみたい。今日は今の私がパパとママとみんなにもう少し伝えたいことがあって手紙を書いてきたんやけど、聞いてくれる？はい、あやか。ありがとう。はい、ありがとう。パパ、ママ、みんなへ。28年間、今日まで育ててくれてありがとう。何不自由なくというわけにはいかず、それなりに苦労も多い人生だったけど、今こうしてゆうやさんと幸せの一歩を踏み出せているのは、家族のみんながいつも私の選択を応援して見守ってくれたからやなと思います。ふみおじさん、ゆみおばさん、苦しい時たくさん支えになっていただいて本当にありがとうございます。ばあちゃん、ちっちゃい頃はいつも一緒におったね。エレクトーンの練習にずっと付き合ってくれて、たくさん送り迎えもしてくれてありがとう。反抗期もなく今の私があるのはおばあちゃんのおかげやと思っています。これからも体に気をつけて長生きしてね。ママ、高校生の時受験勉強をする私の横で車の免許を取ると言って一緒に台所で勉強したね。ママは難しい漢字が読めんもんで、私が振り仮名を打ってあげたりして頑張って日本語を勉強しとったけど、結局試験は10回ぐらい落ちとったね。でも言葉もわからん異国の地でお嫁に来てママになって一生懸命家族を支えてくれとるママのことを心から尊敬しとるし、こんなママになりたいなと心から思える私の自慢のお母さんです。私がいつかお母さんになった時はいろんなことを教えてね。パパ、今でも毎日欠かさずおはようのメールをくれるパパは本当に豆やなと感心しています。たまにどっちが子供なんかわからんくなるくらいとんちんかんで自由奔放なパパやけど、社会人になるときにすごく長文のメールを送ってくれて、彩香はパパの誇りです、彩香が娘でよかったと言ってくれたときは素直に私も他でもないパパが私のお父さんでよかったと思いました。入籍の時近々するとは言っとったけど、結局自己報告になってまってごめんなさい。電話でパパに伝えるともう小池じゃないんやとあまりに寂しそうにするもんで、ああちゃんと事前に報告しんくて悪いことしたなと思いました。でも名前は藤村になりましたが、これからも小池家の長女であることに変わりはないので、まだまだ手のかかるマー君や愛美もおることやし、いっぱい頼ってほしいなと思っています。これからも家族仲良く楽しく過ごしていこうね。岐阜に帰るときはゆうやさんも一緒に行くので、お酒でも飲みながら今日の思い出話をしましょう。これからもよろしくお願いします。あやかより。
彩香さんからお手紙をご披露いただきました。今日を迎えることができたのは